そしたらメイクしてくね。ちょっと時間ないからちょっとどんどんあんまり説明できないかもだけど、ちょっと一旦髪留めさせて。こっちもね。 OK。 そしたらまず保湿からしていくから、わかんない、ちょっと乾燥肌かわかんないんだけど、とりあえずこれしっとりしてるやつ、無印の。ちょっと思いっきり飛んでっちゃった。だいたいね、これ頭の部分付け替えてんだけど、これにだいたい2プッシュぐらいしたら顔全体に塗っていくから。で、あんまこすんない方がね、こすると後で赤みが出ちゃうから。そうギューってギューギューって、こっち側も結構ちゃんと保湿してあげないと、下地なんかクリーム系肌に塗った時にパサついちゃうから。で、残った部分は手にこうやってやってあげれば OK で、次も無印のやつ、さっきも無印だったんだけど、これがね、これね、見えるか、敏感肌用のやつで、こっち乳液ね、さっきので水分入れてあげて、こっちで、マークするっていう感じで、これあんまつけすぎるとお肌テカっちゃうから、どんぐらい、こんなもんちょっとでいい。これも先に手で伸ばしてあげてから、さっきと一緒ね、ギューってギューってやんだけど、これも一緒であんまり動かさないで押し付けてあげるイメージ。そう逆側も一緒。そう、今日やるのさ、結構メンズメイクっぽいやつだから楽ちんだからね。これで保湿 OK。 本当はねパックとかやってもいいんだけど、ちょっと今日急いでるから、よいしょ。そしたらこれ大体この中にメイク道具となんかちっちゃい香水入ってるんだけど、とりあえず肌めっちゃ綺麗だけど、若干赤みがかってるから、やっぱり肌のトーンを上げてあげるのと赤い部分消してあげたいから、これなんか見た目可愛くない？これ&B ってところの UV プライマースカイグロー、ちょっとわかんない言葉の詰め合わせなんだけど、要は日焼け止め化粧下地だし、見えるかな。でこれちょっとラメみたいなのが入ってんだけど、一回ねいっぱい出すとあれだから、ここでなじませると、ちょっと青っぽいから見て塗ったところが若干トーンアップ、ちょっと全然馴染んでない、トーンアップしていくの、白っぽく。だからこれ肌綺麗に見せたい時と透明感出したい時におすすめ。でなんか透明感とか可愛くなりそうだから、これ手に出して5点、鼻のこことでおでことほっぺ、こっちのほっぺ、そうこっちのほっぺとこっちのほっぺと、あと顎のところやってあげて、でそれらを全部伸ばしてあげるんだけど、今回はこれ使ってあげる。これね、100均で売ってるメイク用のスポンジなんだけど、これはね水含むとちょっと大きくなってよれづらいらしい。あんまり効果わかんない。じゃあちょっとやるね。こっちもほっぺの部分が一番広いから、広い面は、ここの大きいところで伸ばしてあげる。であんまこうやってこうやってこうするとやっぱ良くないから、取ってこうやってポン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 ってポン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 って伸ばしてあげるイメージね。ポン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 
はい、
で若干キラキラしてんの。なんかわかるかな、こっちとこっちで比べて。こっちが塗ってある方なんだけど、若干ね光に当たるとキラキラしてんの。だから日に当たると顔が明るく見えるっていう。これおすすめ。ちょっと高いんだけどね、2500円ぐらいやった気がする。鼻もやってあげて、OK かな。でそしたら次がこれちょっとメンズメイクっぽいやつ。下地2枚塗りみたいになっちゃうんだけど、これザ・フューチャーの BB クリーム。 BB クリームは日焼け止め兼なんか肌のトーンアップ。さっきのとほぼ一緒なんだけど、これはなんかよりがっつり肌の色に合わせつつ白くしてくれるっていう感じ。なんかこれ真っ白なの、こんな感じでなんだけど、これなじませてあげると肌の色に馴染んでくる系のやつだから、これも一緒で、こっちとでこっちのほっぺと、あとはおでこと鼻と、あと顎の下のところ、で特に男子だとやっぱ顎とひげのところ濃くなりやすいから、そこに塗ってあげて、でこれ使うこのマッサージのやつでやってあげる。はい、さっきと一緒。あんまりこすんない方がいいんだけど、ムラ出すぎちゃうと良くないから、細かく触ってあげる。こっちも一緒。人にポンポンしてもらうの気持ちいいよね。上のところもやる。上のところってかおでこね。であと鼻はこの縁のところとかは角のところとかとフィットするから、この鼻のところに合わせて、で手に残った分もったいないからこのスポンジにつけてあげて、鼻のところも細かくやってあげる。鼻のところ、この尖ってるところでね、こっちも一緒、尖ってるところでちょっと急いでんだけど、で最後顎をやってあげる。これでだいぶね肌ね白く見えるから OK。 なんかねめっちゃ綺麗よ肌で。これとこれね、肌全体にあんのは。でそしたら順番何でもいいんだけど、もうちょっと広い範囲やるやつからやっていくとよくて、次これがいけないかな。これカネボウのコンシーラーで、色はより茶色っぽいやつかな。黄色オレンジっぽいやつ。なんでかっていうと、クマ目立つとやっぱりちょっと気になっちゃうから、クマ消し用にちょっとオレンジっぽいコンシーラー買ってみた。でこれクマ用に買ったんだけど、小鼻のところとかにもやってあげると鼻がキュッてしまって見えるから、これね直接やっちゃってる最近は。本当は手出してもいいんだけど時間ないから、ちょっと待ってね。この目の下のところにちょんって、こっちも一緒、目の下のところにちょんってやって、あとは鼻と鼻で、これはさっきの使ってもいいんだけど、もう部分だからこれ手でやっちゃった方が意外と綺麗にできる。こうだいたい青くまって伸びてるから、斜め下にね、こっちも一緒、斜め下に向かって、
あとは小鼻のところ。自分はね、もう時間ないとき両手でやっちゃう。これで、目元のクマと鼻チュってみる。で、あと気になるんだったら、そうニキビとか気になるんだったら、これニキビいけるから。で、ニキビやってあげたところも全部指で。はい、これで完璧と。で、そしたらちょっとやばい、急がないと。じゃあ目元完成させちゃおうかな。先一気に2本使うんだけど、これが片方が、光、涙袋のぷっくりした光入れる白っぽいペンと、もう一個が影、涙袋の影描いてあげるやつ。はい、で、どっちでもいいんだけど、なんか自分は先にこの明るくする方塗ってあげて、その下を影描く方がなんか自然にできる。なんか落としちゃった。ありました。はい。で、これカチカチやるやつなんだけど、出しすぎると戻んなくなるから、そんなにやらないと。で、これのコツは、均等に明るくしないと逆に描いてる感あるから、恐れずに均等に塗ってあげる。で、目はこうやって見える。ちょっとこの目できる。こっちだった。この目なんか作ってあげて、グッて力入れてあげて。ちょっと俺その目してるから。で、オッケー、こっちもやっちゃうね。この目でオッケー。で、これのコツは、さっき使った指と別の指でこうやってやってあげると色が混じんなくて綺麗に発光するから、この右の小指でこれで目の明るい部分をこうやって広げてあげる。これやんないと描きすぎになっちゃうから、ナチュラルっぽくしたい人はこれやってあげるといいかな。で、今描いたとこの下の部分をこっちはね、さっきのはキャンメイクで、これがもう何にもなくなっちゃったけど、確かセザンヌの涙袋の影描いてあげるやつで、下を塗ってあげるんだけど、なんかこう無理に膨らんでるところの下塗るとめっちゃ幅広い人になっちゃうから、さっき描いた部分のなんか下 0.1 ミリかするぐらいのところに引っ張ってあげると自然かなっていう。OK で、幅はね、手前側から黒目のこっちの端ぐらいまで、こっち伸ばしすぎるとめっちゃ横長に見えちゃうからね。あと重たくなっちゃうから。で、ここもさっきのポイント、さっきここの小指でやったから、薬指とか人差し指とかでやってあげると色が混じんない。そう、
れあんまりぼかさないとなんか作り物の目みたいになっちゃって可愛いんだけど、顔濃い人とかは結構自分は顔目立ちすぎちゃうと嫌だから、ここは結構入念にぼかしてあげて、結構自然な影を作ってあげる。いつもこんな感じかな。でそしたら一旦目から下系は終わりかな。だいぶね完成してきてるんだけど、あとは眉毛綺麗にやってあげたくて、眉毛2個使うんだけど、これとこれ、こっちがアイブロウのペンシル、こっちがペンになってるタイプで伸びるんだけど、くるくるするとこれまあ本当はねいろいろついてんだけど、ここに描いてあげるやつもあるし、形整えるやつもあって、でこっちがなんだっけ、ヘビーローテーションのカラーリングアイブロウのなんだっけ05番とかだった気がする。これ黒髪の人におすすめ。ちょっとアッシュブラウンなのかな、はい、です。でこっちはちょっと読み方わかんない、友達におすすめしてもらったやつのまま買ったんだけど、サナエクセルパウダーペンシルアイブロウ EX のグレイッシュブラウンだね。これも黒髪におすすめです。でそしたらとりあえずこっちの形整える方で、もともと結構綺麗なんだけど、なんとなく毛を立ち上がらせてあげて、だからこっちの眉だったらだいたいこっち向きに生えてるから、逆側からって立ち上げてあげたのを寝かしつつ、倒したい方向に倒してあげる。逆側も一緒、逆側からこうやって持ってきてあげる。ザーってで逆側に寝かせる。で重要なのはこれ、こっちのペンで書いてあげるのがめっちゃ大事なんだけど、最初は濃すぎるぐらいでいいから元の眉の縁取りをしてあげて、中をちょっと薄いところを埋めるっていう感じ。こっちも普通にお絵描きする感覚で、外側を今上側を端まで縁取って、今度下側端まで縁取って、でここの縦のところもちゃんとやる。で中は結構雑にこうやって埋めてあげる。ちょっと濃すぎてもこれ簡単に指でぼかせるから。で濃すぎるとなんかタトゥーみたいになっちゃうから、指でなんとなく縁の部分を、やりすぎると消えちゃうから軽くやっていけると綺麗なピーマン油になります。逆側も一緒。まずは縁取る。今度下側で縦もやると。で中は適当で大丈夫。OK でこっちも指でちゃんとぼかしてあげる。OK で全体の色整えるのはこれ作ってあげればいい。描いてあげた部分と描いてない部分で色の差出ちゃうときはこれで
色付けと形整える感じ。量多いからあんま気にならないと思うけど、少なかったりするとこれ立体感出るからちょっと固まるんだよね。これも一緒。逆側から持ち上げてあげる。逆側からで倒してあげる。綺麗。こっちも一緒。立ち上げる。で倒す。でこれ結構落ちづらいからちゃんと洗顔の時に眉のところクレンジングでグリ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 ってそれぞれやってあげないと残っちゃうから注意。でそれでも眉って浮きやすい。特に前髪薄かったりなかったりすると浮きやすいから、最後これパウダー使って汗かきやすい部分のテカリを抑えるのと、あとはこの眉頭ここのところにポンポンってやってあげるとこうパウダーでなんかいい感じに馴染んでつながるから、あとよりクマが気になる人はクマの下にちょんちょんってやるのと、首の下までやってあげるとパウダー顔と首が浮かなくなるからいいんだけど、あんま顔中にやると真っ白い人になっちゃうから気をつけた方がいいっていう前に、あと1個やり忘れてんのあった。これ結構変わんだよね。ごめん。これアイムミミンっていうとこのマルチデュアル。これねめっちゃ楽したがりの人が使うやつなんだけど、こっちが影でこっちがハイライトだからシャドウね。シャドウだからフェイスライン締めるのと鼻筋彫り深くして鼻筋きれいに見せるのと、あとはここ顔に三角形のライン描いてあげると顔がこうシュッてなるのと、なんかちょっと健康的な肉付きに見えるから、これやってあげないと。忘れてた。これもグリグリ回すと出てくるタイプで、そしたらちょっと出して鼻と鼻の間のところをそれぞれこうやって Y 字に書いてあげて、鼻筋に合わせてこう下ろしてあげる。で最後鼻のここのところはこう三角形の下側みたいなのをちょっとやってね、こう書いてあげる。で顎はもう結構適当でいい。ジャーって引いて、こっちもジャーってジャー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 、やりすぎは良くないんだけど、ジャーって引いて、であとむずいのがここ三角形に引いてあげるといいんだよね。ここなんか言われてやったら綺麗なだけで、どういう理論かはあんま分かってない。三角形、こっちも三角形で、一旦この時点でスポンジ使ってこれあったね。スポンジ使ってなじませてあげる。スポンジね、ちょっと待ってね。スポンジ水でちゃんと濡らさないとダメだから。そしたらスポンジ使ってやるんだけど、彫りのところはあんまり広く広げすぎちゃうとボケちゃうから、できるだけ引いてあげたところをそのままなじんでじゃない、なぞってなじませてあげるイメージね。Y 字に下ろしてあげて、下に下ろして、で最後鼻筋のところを締める。顎のところはちょっと広くなってもいいから、ポン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 ってやってあげると自然になります。逆側も一緒。そ
そうすると前から見た時に顎が締まって見えるから。でここ三角形でやってあげたところはさっきと一緒で引っ張っちゃうと肌のクリーム剥がれちゃったりよれちゃったりしやすいから、ポン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 ってめっちゃ細かくやってあげると綺麗になる。三角形になぞってあげる。これも全体になじませちゃったら意味ないから、線状にちゃんと書いてあげる。線状ね、線状。めっちゃ綺麗になった。であとはさっきの逆側のこのハイライトは鼻のてっぺんと付け根に描いてあげると鼻がシュッて見えて綺麗に見えるから、お鼻目立たせてあげるとすると、そう付け根のところをグリグリやって、鼻の下のところ、下じゃないね、てっぺんのところ縦にグリグリやって、これは正直適当でいい。でこれ伸ばしすぎると目立たなくなっちゃうからちょっとでいい。はい、OK。 やばい忘れた。でこっちのパウダーに戻ってくると OK。 でこれはさっきも言ったけど顔はやりすぎ NG ね。あんまやりすぎると幽霊みたいになっちゃうから、逆側にするとパウダー出てくるから出してあげて、で手で整える。まずでこの頭皮の毛穴の髪の毛の近くが汗かいて髪の毛崩れやすいから、これでやってあげると汗かいても髪ずれづらくなるのと、あとはこの眉頭のところこれで眉毛がなじむと。でそれぞれ目の下をちょっとこっちもちょっとでクマをより消せますと。でヒゲとかちょっと気になる人だったらヒゲのところもで、最後首の下のところを全体的にOK。 これでテカりすぎないし落ち着きますと、色も。でこれ最後ね。ちなみにさっきのフェイスパウダーはイニスフリーのやつで、最後これ、メイクキープミスト EX。 これは後世のやつだ。はい、これはよれづらくなる、メイクが落ちづらくなるっていうやつです。はい、でこれスプレータイプなんだけど、絶対いっぱい振らないと成分がダメって書いてあるのでいっぱい振りましょう。いっぱい振ってだいたい5から6回くらい、顔ちっちゃい気がするから5回でいいと思うんだけど、全体にプシューってやってあげるんだけど、目閉じて、自分でやるとき難しいんだけど目閉じてあげて、自分はいつも1、2、3、4、5みたいな感じで縦3本横2本みたいな感じでやってます。 OK。 縦3本1、2で3で、あとは横で下も横 OK。 でちょっと顔濡れてて気になると思うんだけど、それ触っちゃったら意味ないからそのまま顔放置してあげて、触っちゃダメよ。OK。 やっぱ忘れてた、リップするの忘れてた。でギリ唇乾燥してそうだからごめんね、リップやるね。これ、リップペア1、ちょっと名前読めないね。メンソレータムっていうやつ。これ何なのかっていうと、見えるかな、多分見えないね。これスクラブが入ってんのだからジョリジョリしてて、唇の皮とかちょっと荒れてるところをこれ整えてくれるっていうので、唇これはもう色ついてるやつだからできるだけ塗って2往復か3往復ぐらいして振り合わせて唇を保湿兼整える。 OK。
は唇もね。でこの状態で唇こうやってちょっとジョリジョリしてね、砂みたいで気持ち悪いんだけど、そうすると結構次の日驚くぐらい顔が綺麗に整ってるからめっちゃおすすめで、最後これメンズ用のやつなんだけど、リップスボーイの、リップバーム。これなんかね変な色してんだけど、塗ってあげるとこの色あったピンク色になるから OK。 これで唇をこれってやってあげて、完成。本当はこれね先やってからミストのやつやってあげた方がよかったんだけど、十分可愛くなりましたと。じゃあこれでお出かけしてください。じゃあね。